はいどうも皆さんこんにちは。スターディの河野玄斗です。早速ですが問題です。サイン x-90 度をコサイン x を用いて表すとどうなるでしょうか。はい、マイナスコサイン x ですね。はい、今の問題、三角関数の位相をずらす問題ですね。その中身、要は三角関数の括弧の中をずらすという問題について、これ、サイン x-90 度は何だったっけな、教科書のあそこの公式、これ、マイナスコサイン x だったかなみたいな感じで思い出そうとしてる人はダメですね。全部覚えられる人は、覚えてもらってもいいんですけど、それだったら例えばサイン x プラス1080度はどうなのとか、そこのところ、確かみたいな感じで覚えるわけないじゃないですか。しかもですね、ぶっちゃけ覚えなくても3秒あれば導けるんですよ。サイン x-90 度もマイナスコサイン x っていうのは3秒。もう3秒で導ける。だから覚える必要なしというわけなんですね。もう本当に全ての場合においてもワンパターンで3秒で導けるようになるので、ぜひですね、マスターしてもらえたらいいなと思います。教科書ではですね、円を使いましょうっていうふうに言われるんですけど、僕は円は使えません。なぜかっていうと、3秒で導けないから。ということでですね、早速三角関数の位相のずらし方やっていきましょう。はい、それでは三角関数の位相のずらし方やっていきましょう。はい、三角関数、例えば sin x プラス90度とか、これを変形しなさいっていう問題ありますよね。数1の教科書では公式がたくさん載っていて、その公式の導き方として円を使うようにしてますね。はい、円があって、サインっていうのは y 座標ですよね。だから、x プラス90度っていうのは、90度から、ここの90度の部分から x 進んだここの y 座標だと。これっていうのは、この x のここの部分と比べてどうなってるかっていうと、この y 座標はこの x 座標と一緒だと言えますね。こことここは一緒。だから、これ x 座標の部分はコサイン x だと。こんな感じで円で考えてあげれるというのが教科書的な一般的な説明なんですけど、もうこれですね、サイン180度 -x とか毎回円を使ってやると、導けるけど3秒じゃ無理ですよね。3秒じゃ無理と。ということで、しかも毎回いろいろ考え方を変えなきゃいけないから3秒じゃ無理ということで、別の方法ですね。今回は紹介したいと思います。その別の方法でやってる方ってね、意外と少ないんで、結構ですね、周りに差をつけられるんじゃないかなと、自慢できるんじゃないかなと思います。はい、じゃあどういう風にやっていくか。もう答えは簡単で、グラフを使うと。はい、グラフを使うというわけなんですね。そのグラフなんですけど、そもそも y イコール 3x とか y イコール cosx とか、あと y イコールタンジェント x ですね。このグラフを知らない方もいるんじゃないかなと。数2の範囲はまだやってない方もいると思うので、ざっとね、もうこういうもんだっていう風に覚えてもらえればいいかなと思います。まず y イコール 3x。はい、y イコール 3x はこういう形になってるんですね。波なんですよ、波。ここが原点で、数2の範囲では 2π っていうふうに言うんですけど、360度で1周期。1周するってことですね。だからここが180度になって、ここが90度になってと。こういう形になってるんだっていうのはもう丸覚えしちゃっていいかなと思います。だから最初に上がって、ここ1までですね。上がって1まで行って、下がって上がってって。で、ここで戻る場合は下がって上がって上がって。だからこの上がって下がって上がって上がってっていうものを繰り返した。ここの部分ですね。これが複製されていくイメージですね。これが y イコール 3x と。こういうもんだと覚えてください。じゃあ次、y イコール cosx はって言われたら、はい、こんな形になるんですね。y イコール cosx。つまり、こういうものが複製されていくと。V みたいな形。で、これ、同じく360度で一周期なんですね。ここが270度になって、ここが180度になって、ここが90度と。で、ここ0ですね。で、こっちマイナス90、マイナス180、マイナス270、マイナス360と。こういう、このものが一周期と。で、これ、面白いことに、y イコール 3x と y イコール cosx。これずらしたものなんですね。y イコール 3x のここの部分。ここからここまでの部分。
っていうものは y イコール cosx と全く同じになっているということを、要はこの y イコール 3x のグラフっていうものをずらしてあげると y イコール cosx になるんだよっていうことをまず押さえておいてください。はい、じゃあ y イコール tangent x は、はい、こんな感じになるんですね。y イコール tangent x。要は、こういうものがマイナス2分の π から2分の π の間にあって、これ無限までいくんですね。無限に大きくなると。それがどんどん複製されていくっていうイメージですね。はい。この3つのグラフはもうこういうもんだっていうふうにまず押さえてください。で、このものを使ってあげると、すべて一発でわかるんですね。例えばさっきの y イコール sin×x プラス90度。はい、これどうやって考えていけばいいかというと、これですね、要は、この y の値っていうものは、x にある値を入れて、例えば x イコール0の時どうなるのっていう感じですね。x イコール0の時は y イコール sin90 度っていう値になるじゃないですか。で、x イコール1とかだったら y イコール sin91 度。x イコール1度とかですね。x イコール2度とかだったら92度になってみたいな感じになるわけじゃないですか。こういう関係を満たしているようなグラフになるはずですよね。これどういうことかっていうと、要は y イコール sin×x プラス90度ってことは、x イコール0の時に90度。要はここですね。sin90 度の値を取ると。ここに書き直しますか。y イコール 3x のグラフがこうやってあって、はい。で、ここの x イコール0の時に、ここの y イコール sin90 度の値を取るはずだと。ここ90度ね。で、x イコール1度の時はって言われたら、y イコール sin91 度。これですね。で、x イコール2度の時は y イコール sin92 度と。こういう風になっていくわけですよ。だから x がまず最初の0度の時にこの値を取って、x が大きくなれば、こういうこっち向きに進んでいくと。これってまさに、これ cosx の形ですよね。だから y イコール cosx で済むんですよ。要するに、この y イコール 3x プラス90度をグラフで書きなさいって言われたら、x イコール0の時に、ここ sin90 度の高さになって、ここですね。ここに対応する。1度の時に sin91 度のところを取ってっていう、このプロットの繰り返しですね。だからこれ当然 cosx の形になると。こんな感じでグラフを見れば明らかなんですね。よろしいでしょうか。他にもですね、じゃあ y イコール今度は sin×x プラス180度だとしましょう。この180度の場合っていうのは、x イコール0度の時に sin180 度ですね。すなわち、ここからスタートするんですよ。はい、180度のところ。で、要は0の時、x イコール0の時に sin180 度。ここからですね、ここからスタートして、じゃあ、x が1度上がっていったらって言ったら、こう下がっていきますよね。こういう動きをたどると。これってまさに、どういう形かというと、y イコールマイナス 3x ですよね。だから、この y イコール 3x、y イコール cosx のグラフの、これマイナス1倍したら反対側になると。こういう形。マイナス1倍したら黄色で書くと、こういうグラフになりますね。これを見てあげれば、はい、この形って言ったら y イコールマイナス 3x っていうのはもう当たり前だというふうに言えるわけですね。なんか簡単だなと。じゃあ次、これマイナス 3x で、今度逆に90マイナス x だったとします。はい、90マイナス x だった場合どういうふうに考えていけばいいかというと、まず x イコール0入れたら、出発点としてはここですよね。なるほど。x イコール0の時、sin90 度。じゃあ x が1度とかになっていくとどうなるかっていうと、sin89 度と。こっちですね。x が1度大きくなると、こっち側に進んでいくんですね。x が2度の時は sin88 度と。こういう向きで進んでいく。じゃあ、ここ最初1からあって、0、マイナス1、0、1っていう風に進んでいくような、形って、そういう挙動を示すものって何かあったかなって言ったら、それ cosx ですよね。まさに、最初1からスタートして、0、マイナス1、0、1っていう風に上がっていくっていうこの動きは cosx の動きなんですよ。ほうほうほう。なるほど。こういう風に考えていけばいいのかっていうことなんですね。つまり、はい、ポイントはもう2つ。はい、まず丸1ですね。スタート地点を決める。はい、まずこれを決めるわけですね。この
sinx プラス90度だったら sin90 度、x が0の時のここの部分がスタートラインだと。これは180度がスタートライン。これは90度のところはスタートライン。っていうことを決めた上で次。はい。x が増えるとグラフのどっちに進むか考えると。簡単に言うと右向きか左向き。この sinx プラス90度の場合は x が増えると中身が大きくなっていくと。右に進んでいきますね。これも同様に右に進んでいきますね。で、90度引く x、マイナス x の場合は x が大きくなればなるほど左に進んでいきますよね。中身の部分が。ということで、はい。右向き、左向きにどっちに進むか決めるっていうのは、これ x の符号を見てもらえば簡単にわかると。もうこの2つさえ分かってれば、もう瞬殺なんですよ。はい。じゃあ実際にですね、この2つを意識してやっていきましょう。例えばですね、じゃあ今度コサインやっていきますか。コサイン x プラス90度は、y イコールコサイン x っていうグラフを考えてあげて、まずスタート、x が0の時、コサイン90度ですね。このコサイン90度の部分がここだと。ここから進んで、じゃあ、x が大きくなるとどっち向きに進むのかって考えたら右向きですね。だから、x が1度、2度、3度っていう風になるにつれて、こっち側に進んでいくと。要するに、こういうことですね。0からスタートして、下がって上がって上がって下がってっていうのを繰り返していく。この動きって何って言ったら、まさに y イコールマイナス 3x ですよね。だからマイナス 3x になると。こういう感じ。もういくらでもできる。じゃあ今度コサイン180度引く x だったらっていう風に言われたら、はい。まず、スタート地点は180度ですね。ここがスタートラインだと。じゃあここがスタートラインでマイナス x ってことは、後ろ向きに進むわけですね。x が大きくなると。じゃあこのマイナス1からスタートして0、1、0、マイナス1って進むものは何って言われたら、これもうマイナスコサイン x だというわけなんですよ。じゃあですね、ちょっとだけ発展でいきますか。例えば、サインマイナス x はって言われたら、はい、これも簡単なんですね。スタートラインはって言われたら、これ x0 言ったら0じゃないですか。だからスタートラインはここなんですね。で、じゃあ x が大きくなったらどっち向きに進むのって言われたらこっち向きですね。後ろ向き。だから、0から始まって、0、マイナス1、0、1っていう風に進んでいくものは何って言われたら、もちろんマイナス 3x と。じゃあ最後に、コサインカッコ x マイナス90度とかもやりますか。コサイン x マイナス90度はって言われたら、まずコサイン x のグラフ考えますね。こういうやつ。で、今回はですね、x に0を入れたらスタート地点っていうのはコサインマイナス90度なんですよ。ここがマイナス90度。ということで、マイナス90度スタートで x が増えると右向きに進むような動き。はい。こういうふうに0、1、0、マイナス1っていうふうに進むものは何かなって考えたら、これ 3x ですよね。はい。こんな感じで進むことができるわけですよ。よろしいでしょうか。だから、はい、これ3秒で求める。多少ですね、訓練が必要なんですけど、コサイン x-90 度って見たときに、もうコサイン x のグラフがパッと思い浮かんで、マイナス90、ここだな。で、右向きに進む。あ、この動きは 3x だ。っていうので、パーッと機械的にできるというわけなんですね。1、2、3。この間に、コサイン x があって、ここからこうだから、3x っていう風にできれば終わりというわけなんですよ。よろしいでしょうか。こんな感じで、もうどんな場合でも、これでワンパターンでできるから、もう覚えなくても大丈夫ですよね。はい。じゃあ最後にですね、ちょっとタンジェント x っていうものがあるので、これが最後の山場なんですけど、タンジェント x はですね、ぶっちゃけ円を使っても大丈夫と。円を使ってもいいし、グラフで考えてもいいと。僕はグラフでも同じノリで考えちゃってるんですけどね。はい。じゃあ、タンジェント x もですね、グラフで考えてどっからやってくるかっていうことを考えてあげることによって全部うまくいくんですけど、ちょっとですね、ややこしいことがあると。だから、初めに言っておくと、タンジェント x のこの2分の π 倍、2分の π の整数倍ですね。例えばこういうものとかの位相を変化させていくときに、はい。これが取り得るものっていうのが、タンジェント x かマイナスタンジェント x か、タンジェント x 分の1か、マイナスタンジェント x 分の1か。この4択だと。いうことだけ、まず押さえておいてください。もうこれはタンジェント x はもうこういうものなんだと。マイナス1倍されるものか、逆数になるものか、逆数のマイナス1倍になるものかと。こういう4パターンがあるんだなっていうふうに押さえてもらえれば、このどれかから選んであげればいい。この4択から選ぶっていうふうに考えたら簡単にできるんですね。例えばタンジェント x プラス2分の π っていうふうに考えた場合、2分の π からスタートするわけじゃないですか。
2分の π、2分の π からスタート。要は発散しちゃってるんですけど、ここの部分からプラス x。だから右に進むわけですよね。だからこういうこと。こういう風に進んでいくわけですよ。だから最初マイナス無限大から進んでいく。最初マイナス無限大から進むって言ったらどういうことかというと、要は本来だったらタンジェント x だったらこう最初0なんですよ。スタート0。で上がっていくと。これもマイナスタンジェント x も当然スタート0だけど、タンジェント x 分の1っていうのはスタート無限大なんですね。で、こっちは無限大で、こっちはマイナス無限大みたいな感じ。x が大きくなると、x にちょっと大きい、プラス0っていう風な表現するんですけど、それを入れてあげると、プラス無限大の方から進んでいくと。右向きに行くとね、マイナスタンジェント x 分の1はマイナス無限大の方からやってくるということが分かっているので、もう2分の π から、これ、あれですね、x 右向きに進むって考えると、マイナス無限大から来るってことは、マイナスタンジェント x 分の1だなというのがすぐ分かると。こんな感じで、この4択から最初の初期微動、初期の動きだけでもうすぐ分かっていくという感じなんですね。例えば他には、タンジェント π-x とかね。はい、タンジェント π-x はって言われたら、これ π っていうのはここなんですね。π。で、π から進んでマイナス x と、だから下がっていくわけですね。だから0スタートでマイナスに進んでいく。もうこの時点でマイナスタンジェント x っていうのは、この4択の中から選べると。スタート地点と、どうやって動いていくかっていうことですぐ分かるわけですね。もういくらでもいきますね。タンジェント、じゃあマイナス2分の π-x とかね。はい、じゃあスタートはって言ったら x に0いったとき、タンジェントマイナス2分の π ですね。ここからマイナス x ってことは下がっていくわけですね。後ろに行くと。そうすると、プラス無限大からこういうふうに降りていくっていうことになりますね。じゃあこの4択からどれって言ったらタンジェント x 分の1が確定するわけですよ。はい、こんな感じでいけるというわけですね。はい、よろしいでしょうか。もうこれでもう全部、この4択から選ぶっていうのを意識したりすれば、グラフちょっとイメージして、ここからこういくからこれだなっていうのがすぐ選べるようになると。もう機械的にいけるわけですね。はい。ということで、いろんなね、演習を解いてきたんですけども、ポイントは2つ。x イコール0のスタートラインを決める。x が増えるとグラフのどっちに進むか考える。これを意識するだけで、y イコール 3x、コサイン x、タンジェント x のグラフさえイメージできれば、もう3秒でもう何の暗記もなしにできるようになるということなんですね。はい。これですね、ちょっとだけ練習すればもう簡単になるので、ぜひ友達に自慢してください。ちなみにですね、これ、サイン括弧 x プラス60度みたいな90度の倍数じゃない場合っていうのはどういうふうに考えていくかというと、これはですね、数2でやる加法定理っていうものを使ってあげないといけないので、それは数2で学びましょう。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。